ご視聴ありがとうございます。今回は大都市に潜む超巨大な問題に迫ります。主要路線に隠れたリスクの正体と、それを打開する巨大プロジェクトの工夫に注目です。今回の始まりは、大阪中心部の拠点駅の一つ、大阪難波駅です。難波がつく駅は他にもたくさんあり、そのうちここには、近鉄難波線と阪神難波線が乗り入れています。私が乗るのは阪神の列車です。2009年3月に開業した区間を走行し、4駅目の西九条駅の手前で地上に出ます。周辺はバリバリの住宅街のため、騒音防止の防音壁があります。その防音壁が途切れた場所にあるのが、安治川橋梁。90メートルほどの長さの橋梁で、車内からは見えませんが、川には橋脚がありません。西九条駅とその隣の千鳥橋駅の間は、1964年に開業しています。そして千鳥橋駅を出て、次の電報駅までは、1924年の開業です。その歴史も今回の話に関わってきます。千鳥橋駅を出てカーブを曲がった先で、別の鉄橋を渡ります。青緑の鉄橋の下にある少蓮寺川では改修工事が行われ、川を地下に移し、公園などの施設を作る工事が進んでいます。その奥には、廃止された踏切が見えます。ただしこれは、少蓮寺川の事業とはまた別物。右側の壁が部分的に異なるものになったのに気づいたでしょうか。左側では仮囲いで仕切られたスペースが続きます。その向こうに電報駅が見えてきました。上下線の両側にホームがあるこの駅、列車の折り返しなどはできず、普通列車しか止まらない小さな駅です。ただし、阪神難波線の最初の区間が開業した当時はここが終点で、路線名も電報線でした。ドアの音にビビりつつ、列車を降ります。駅の南西には、高架橋の柱が姿を見せています。そう、この駅の周辺では高架化工事が進んでいるのです。線路の横の土地は駅の真横にもあり、空き地が広がります。ホームの上り寄りに向かいます。ホームの端からは、車窓だと映っていなかったところもよく見えます。ここから下り方面を見た様子がこちら。ホームの途中から上り勾配になり、踏切を挟んで橋梁につながっています。駅ができた当時は手前にホームがあり、後から奥に伸ばされたのでしょうか。上り勾配の途中には踏切が1箇所あり、道路のところだけ勾配が緩いので、車両がぽよぽよ揺れます。要所要所で改修されているらしいホームですが、この辺りの部材には年季が入った雰囲気があります。ちなみにこのエレベーターは、2010年に設置されたものです。小さな駅でも改良が施されているものの、そうではない場所もあります。駅舎の様子がこちら。左側の側壁は仮囲いに置き換わっており、後ろでは倒壊を防ぐためのボルトが大量に打ち込まれています。一方、手前には古びた階段の一部がまだ残っており、時代の流れが感じられます。そして、すでに土手の上にあるこの駅をわざわざ高架にするのには、もちろん理由があります。駅の西側に回り込み、先ほど見えていた橋梁に向かいます。堤防を突破した先にあるのが、電報大橋。さらに左側の橋が、新電報大橋です。これらは、大阪有数の大河川、淀川を渡ります。そして道路橋から100メートル余り離れたところにあるのが、阪神難波線の淀川橋梁です。高架化工事の中でこの橋梁も架け替えられる予定で、新橋梁の橋桁がボンボン立っています。そしてこの高架化工事の真の目的が、この橋梁にあります。それは、橋梁の横にある踏切に行けばわかります。一方通行の道路の先にある小さな踏切。設備自体は普通ですが、その左にご注目。線路の反対側にあるのはオレンジ色の巨大な扉で、こちら側に引き出せる構造です。これは増水時に線路をまたいで閉めることで、川の水が溢れるのを防ぐための設備です。この橋梁ができたのは、1924年、大正13年、電報大物間の開業と同時です。今も昔もカーブが多い阪神電車のスピードアップのため、梅田尼崎間の高速新線として計画された区間の一部でした。その後延伸され、1928年までに尼崎千鳥橋間が開業しています。
ところが、梅田方面につながる線路は昭和恐慌の影響もあって結局開業することなく、未成線になりました。この路線は一ローカル支線になっていましたが、後にこの路線を延伸して難波までつなぐ計画が浮上。64年に西九条まで延伸、路線名が西大阪線になります。反対運動とオイルショックの影響で工事が中断されたものの、2009年3月には大阪難波までが開業し、近鉄との直通運転が始まりました。路線名が阪神難波線になったのはこの時です。今では近鉄直通の速達列車も運行され、阪神本線に並ぶメインルートとなった難波線ですが、淀川橋梁はおよそ100年間、架け替えられることがありませんでした。周囲の堤防よりも低いこの橋梁は、常に洪水のリスクと隣り合わせ。淀川の増水時や、台風接近時で川の水位が上がりそうな時は、この鉄壁を閉鎖します。国交省の資料では、これを特に阪神立港と呼んでいます。周りにある土のうは、鉄壁を閉鎖しても残る隙間を埋めるためのものでしょうか。この鉄壁は閉鎖するのに多数の人手が必要で、万が一閉鎖が遅れると、水が溢れることになります。しかも、鉄壁を閉鎖すれば難波線は運休になるため、災害に弱いです。また、堤防より高さが低いことに加え、そもそも橋梁の高さ自体が低すぎて、橋桁の仮面の高さが、計画高潮位よりも 0.9 メートル低いです。計画高潮位とは、満潮時の高さに、最大規模の台風などによって高潮が生じた時の海面上昇を足した高さで、防災計画の前提となるものです。これらの要因により、想定以上の増水があった場合、橋梁の上流で堤防が決壊する恐れがあります。鉄壁が閉鎖できず、高潮の波が繰り返し堤防を越えることで堤防が壊れた場合、その影響は甚大です。大阪の主要駅である梅田駅や大阪駅も浸水すると予想されており、想定被害額は2兆1900億円と試算されています。なお、この試算は2017年当時のもので、物価上昇などを加味すればもっと増えます。また、堤防のうち阪神難波線のところだけは耐震化が不十分で、巨大地震でここだけ沈下する恐れがあります。その分水が溢れやすくなり、その点も課題です。しかもこの橋梁、建設された時期が古いこともあり、橋桁が39本もあります。橋梁の長さは 758.3 メートルほどで、橋桁の間隔は 15.8 メートルが2カ所、16.6 メートルが32カ所、32.5 メートルが6カ所という短さです。橋桁が多すぎるため、川幅に対する橋桁部分の比率は 10.2% にも達します。橋桁のせいで川幅が 10.2% 狭くなるのと同じで、治水対策にマイナスなばかりか、そもそもこの橋梁のスペックには、現代の法令に適合しない箇所が多々あります。阪神難波線には、かつては他にも防水鉄壁を備えた橋梁がありました。前方駅の2つ隣、出来島駅の横の神崎川橋梁もその一つでしたが、98年9月に架け替えられました。難波線で鉄壁を備えた橋梁は、この淀川橋梁だけになりました。なお、阪神本線の淀川橋梁も、すでに架け替えられています。現在、難波線淀川橋梁の橋桁の仮面の高さは、淀川に架かる橋で最も低いです。一連の高架化事業は、この橋梁の架け替えが主な目的です。新しい橋梁は下流側に整備され、堤防よりおよそ3メートル高い橋になります。橋桁の仮面の高さはおよそ7メートル上がり、もちろん鉄壁はなくなります。また、橋脚は10本に減り、阻害率も大きく下がります。架け替えに合わせて、淀川を挟む 2.4 キロが高架になります。前方駅では、駅の西側に複線の高架橋を作り、今の駅から少し離れた場所に高架駅を作ります。高架化工事でよく用いられる仮線ができるのは、大阪難波寄りのごく一部で、高架線は今の線路から離れた場所にできます。一方隣の福駅では、北東に仮線を敷いて高架線を作り、元の場所と同じ位置に高架橋と駅施設を作ります。一連の工事の過程で、5カ所の踏切が廃止されます。そこには、前方駅と千鳥橋駅の間にあった、小蓮寺川沿いの踏切も含まれています。ここは仮線工事の関係もあり、一足早く通行止めになっています。すぐ近くの橋桁では、南側に作業台もあります。
既存の橋脚は改修され、仮線のために増設した橋脚ができ、まさに工事中といった感じです。橋梁の架け替え構想は昔からありましたが、橋梁が長くて工事費用が高いこと、住宅密集地であることから調整が難航し、2000年に事業化が決まってからも、具体的な計画は策定されないままでした。2017年1月、国交省近畿地方整備局、大阪府、阪神電鉄、大阪市の4社が会合を開き、橋梁改築の方針を確認したことで、本格的に工事が動き出すことになりました。ここから先、橋梁架け替え工事の詳しい様子を見ていきます。南側の電報大橋を渡りながら、橋梁を詳しく見ていきましょう。橋桁が低すぎるため、作業員も頭を下げないと下を通れないです。また、工事用の車両が通る場所は桁下 4.1 メートルを確保するため、地面を掘っています。工事車両などが集まる場所は橋梁の両側にあるらしく、反対側にも似たようなものがあります。地面を掘ったところの横はコンクリートで補強され、水が溢れないようになっています。橋の南側には、新橋梁の建設作業員が通るための簡易な橋が、橋の下を登る作業員の姿もあります。新橋梁の橋脚とを比べると、見た目が全く違います。新橋梁の方が橋脚が厚いですが、本数が39本から10本に減るため、治水対策にはプラスになります。川の真ん中あたりには、巨大なクレーンが乗っているのは浮島というやつでしょうか。波が穏やかな時しか作業ができないので、工事には時間がかかります。橋脚はすでに9本あり、これが最後の1本のようです。なお、先ほど作業員がいたあの足場には、橋脚の素材のコンクリートを輸送する管があります。最初の計画では、河川敷からコンクリを積んだ船を作業場所まで向かわせ、現地でコンクリを打つ予定でした。ただしその場合、波の影響で輸送が不安定になる懸念があり、さらにコンクリを打つ直前に混ぜる必要があるなど、品質管理も難しくなります。波の状況に影響される船を使わない方法として、コンクリを管で輸送するアイデアが出されたというわけです。これは、淀川で行われる他の工事にも採用されたといいます。今の橋梁のうち、中央の6連はトラス橋になっています。トラスとは、三角形を基本とした構造体のことです。コストはかかりますが、頑丈なために鉄橋で多く使われます。以前別の動画でご紹介した京成本線の荒川橋梁も、同じく中央寄りだけがトラス橋になっていました。川の真ん中の流れを阻害しないよう、橋桁を長くしたからでしょうか。ところどころ塗装されていますが、橋脚の下の方はサビサビ。橋の高さとは関係なく、満身創痍な感じです。なお、新しい淀川橋梁は橋桁が長くなることもあり、全体がトラス構造の橋になる予定です。この先では、橋梁の様子が変わります。元の橋桁が撤去され、新しいものに掛け替えられています。新しい橋梁と架線を支える柱は、いずれも古い橋脚の両側にある橋脚で支えられています。橋梁が掛け替えられたのは、こちら側の端から120メートルほどの範囲です。この辺りだけが掛け替えられた理由が、この先にあります。ここが、淀川西岸踏切。踏切の手前には、古い線路の残骸が、その横には河川柱の根元が残っています。そして隣の線路の河川柱は、反対側だけから支えられています。そう、この先の高架橋を作るにあたり、もともとあった線路が干渉するため、上下線を仮線に移動する必要がありました。仮線の端がどうしても淀川橋梁に重なるため、線路を移動させる分、幅の広い橋桁に掛け替えたのです。なお、手前の1箇所だけは上下線の橋桁が独立しているように見えます。上下線をバラバラに移動できるようにするためでしょうか。なお、切り替え工事の当時は、作業スペースを確保するため、河川中の根元が橋梁からもっと離れていましたが、仮線への移動が終了したことを受け、橋梁の真横に移設されています。仮線への切り替えによって線路の位置が変わるため、鉄皮も回収されています。なお、鉄皮があるのは阪神電車の橋梁だけではなく、隣の電報大橋も同じです。こちらの方が幅が広い分、鉄皮も大きいです。奥で電車が止まっているのが福駅です。
そして橋梁の先も見どころが満載です。橋梁の真横の小さな鉄橋は、既存の旧上り線の橋脚が一部残され、隣に新しいコンクリ製の橋脚が取り付いています。仮線用の土地を極力少なくするため、完全に場所を離すことができなかったからです。一方この隣の鉄橋では、仮線が元の線路から十分離れているため、既存の橋脚は使われていないです。ただしそうした場所ばかりではなく、福駅までの間では線路脇の建物との距離が近いところがあるため、仮線と元の線路がある程度重なります。福駅までの元の線路はほぼ一直線だったので、仮線がグネグネしているのは元の線路との距離が変わるからです。福駅の横の踏切に到着です。この踏切は高架化で廃止される5カ所で一番大きなものです。上り線の仮線切り替え直後は踏切が長くなってしまいましたが、下り線が後から切り替えられたことで、踏切の長さは元に戻っています。線路の両脇にホームがある構造は電報駅と同じですが、この駅の改札は上下線で独立しています。いずれの改札にもスロープや車椅子トイレがあり、バリアフリー対応は完璧です。かつて存在していた下りホームはほとんど解体されましたが、仮設の駅舎の横の部分だけはまだ残っており、時代を感じさせるブロック積みの壁がそのままです。福駅の反対側の踏切に移動です。この踏切は先ほどと同じく一方通行ではありませんが、交通量は少ないです。奥にあるマンションが線路に近く、一方で解体して土地を使うには大きすぎたため、仮線がそれを避けてぐぐっと曲がっています。高架橋の奥には、隣の出来島駅が見えます。かなりの急カーブに見えますが、きつい速度制限はないようで、速達列車は爆速で通過していきます。2022年に国交省が発表したスケジュールでは、新しい淀川橋梁が2026年度に完成する予定です。線路をまず新しい橋梁に移し、周辺の高架化工事は2031年度まで続けられる予定です。今の淀川橋梁の解体は、29年度から32年度にかけて行われます。壮大な事業も、あと10年足らずで完成です。ご視聴ありがとうございました。